峠最強伝説。さあ始まりましたホットバージョンです。今回ははい久々のはい峠最強伝説ですよ。あ、そうはい久々だね。はい嫌なやつですよ。峠最強伝説来たか。乗り手からしたら嫌なやつですよね。嫌だね、はいらないでしょ。そうですね。はい。見る人は楽しいと思うよ。そうですね。群祭全開走りは、はい。それもヤリスでしょ。そうよくわかりましたね。見りゃわかるだろう。見りゃわかるだろう、これ。そうです。GR ヤリスが、はい、群祭に初登場です。そうだね。はい。こういうステージのために生まれた WRC 用に生まれたんだろう。ですよね。そこにね、迎え撃つのが、魔王。もう前を出すのって思うんだけど魔王でしょ。だっていくらかこうやった後に魔王軽く使いすぎじゃないのこれ。まあだけど、世界の WRC を目指した車だから、でもまだ出てきたばっかりでしょこれ。チューニングとしてはまださほどやってないですよね。まあね。そこに現魔王のアシスト M4 が、来ております。パワーが全然違うじゃんこれ。そうですね。3気筒だよ。これは基本的にはベースは270馬力で、まあ、ブースト上げて300ちょびちょびかなと思うんですけど、一応魔王は600近くありますからね。だからまだ魔王呼ぶには早いと思うんですよ。いや俺もそう思うけど一応やっぱこう WRC のために作った車だから、はい、やっぱこう魔王と、はい、とりあえず勝負したいなと、はい、このヤバそうな魔王に挑戦する WRC カー行ってみたいと思います。 GR ヤリス。磨き抜かれたマシンたちよ、峠を制せよ。あいつより踏み切れるか。あいつよりもっと先へ。奪うはその称号のみ、峠の魔王。今ストリートの究極へ。群祭に3台の GR ヤリスが集結。狙うは魔王。チューンド GR ヤリス VS魔王アシスト M4。 クスコが仕上げてきたライトチューン仕様。さあどうか。街乗りベースにして、今回はちょっと若干スプリングのセッティングを変えて、群祭用といいますか、普段乗りプラスもうちょっと走れるセッティングできております。あと LSD を装着しまして、群祭用に合わせてきたという感じです。さあクスコの GR ヤリスです。ベースとしてはね、グレードの RC という330万のベースをしてクスコの LSD 入れて、ボディだとか足回りだとかそういったところにこう手を入れて、車重も1250キロと、こんな感じです。行ってきます。 DK インプレッション。とても3気筒とは思えないよねこの車ね。LSD 入ってるからよく曲がるね。これもボディしっかりしてるね。クスコお得意の
パワーブレースバーで武装。この辺りはさすが抜かりがない。よく曲がる。パワー系はマフラーのみだが2500回転からトルクはモリモリとのこと。よく曲がるね。トルクの出方もいいね。ブレーキも安心感ある。クスコ GR ヤリスいきなり高評価。クスコさんのヤリス行ってきます。ヤリス速っ。あ、すごいフロントの設置感がいい。おお、めちゃくちゃ曲がる。へえ、すげえ。LSD のセッティングがポイントのようです。すっご、これね、めちゃくちゃ安心。早っ。さすがね、ラリーを目的とした車ですよ。めちゃくちゃいい。おほー、楽しい。すげえ速い。ノブも高評価。ヤリスいいね。めちゃくちゃいい。フロントの設置感と、それから切りましたところの応答とポテンシャルが素晴らしく良くて、でギャップで跳ねたとこも怖くないし、これ速いわ。魔王やばし。ありがとうございます。めちゃくちゃいいっすよ。いや、これマジいいな。フロントがこのポテンシャルすごくいい。かといってリアがいなくなるわけでもないし、リアは安定してるのにフロントは切りましたら増した分グッと反応して、でデフもそっちに引っ張ってくれるし、速いよこれ。フロントのデフ弱めっていうのがいい。デフはクスコの LSD の場合、その効き具合とか効くタイミングとか、結構幅広くセッティングできるようにしてあるんですけど、これはタイミングそのままでその効きをちょっと緩めといいますか、粘るような感じのセッティングに今日はしてきてます。今日こそタイム測ってほしかった。なんかこれそんな感じで速そう。だいぶ速いよ。クスコよりパワーのあるオートプロデュースボス。さあどうか。天井のチューニングはまずコンピューターができないので、チューニングメーカーの装置を使ってブーストだけ上げてます。あとは、足回り関係、タイヤ、ブレーキ、一応ストリートカーなんで、その辺は、全座席ついて無経路でどこまで行けるかですね。さあ続いてボスのヤリスです。でタイヤが RE12T、こんな感じです。ちょっと比較してみたいと思います。 DK インプレッション。グリップするね、この 12D。 結構硬いなこれ。クスコよりパワーが出てるね。いやー、よく跳ねる。
ーすげえグリップだこれ。よく跳ねる。ビュンビュン跳ねる。速さっていうかパワー的にはクスコより全然ある。だけど跳ねる。ノブインプレッション。ああ、なるほど。これはね、割と自然です。自然。おいで。とても癖がなく、まあイメージ通りに走っていきますが、ちょっとギャップに対して辛い。ちょっとフルストロークしてアームロック的な跳ね方をします。ボスより軽いレボリューション。さあどうか。まずコンピューターはノーマルで、サブコンくっつけて、ブーストを上げてる。馬力はですね、多分300馬力ちょっとぐらいしか出てないと思います。それからスポーツキャタライザーをつけてまして、スポーツキャタライザーと、あとちょっとマフラーが試作になるんですが、まあ、軽量っていう意味の方がちょっと大きいかもしれないですけど、チタンのマフラーがついてます。でサスペンションに関してはストリートスペックを今回はつけてきました。DK インプレッション。これもパワーあるわ。軽いから加速もいいんだろうね。ああ、跳ねまくる。跳ねまくり。確かに速いんだけど跳ねまくるんだよね。この軽さに対して硬すぎるんだよね。もっとこうしなやかに設置させてあげないともったいないよね、タイヤが。265使ってないよね。使ってる時間が短い。これは硬すぎ。ギャップでこう横っ飛びするもん。跳ねすぎ。もうちょっと柔らかくしなきゃいけないですね。サーキットよりずいぶん柔らかくしてきたんですよ。サーキット仕様だよねこれね。もうギャップでこう飛んじゃうもんね。やばいよ。ちょっと直せたら直します。減衰を弱める。さっき出してるよりは 30% ぐらいスプリング落としてきた。でダンパーもストリート用のダンパーしてきたんだけど、まだかったんですね。ノブインプレッション。フロントの水重はかなりいい。おいで、車高が低すぎとタイヤが硬すぎなのか、タイヤの構造が硬すぎなのかな。でケツ浮いた。ケツ浮いた。で背が縮む。座高が縮む。でもフロントの回答性はめちゃくちゃいい。おお、いいよいいよいいよ。いいねいいねいいね。ちょっとストローク的なものがサーキット仕様なのと、だから跳ねるっていうぐらいで旋回性能とかフロントのポテンシャル、ケツが浮く。かなり高い。ケツが、俺がこう椅子から浮いちゃう。
現魔王の実力はいかに。アシスト BMW M4。まずは、タービンをハイフローにして、馬力を上げてるのと、それプラスインタークーラーをちょっと大きいやつに、馬力的にはだいぶ上がったのは上がったんですけど、やはりそのハイフローの、やったことによって低速がやっぱりちょっとなくなってるっていう感じなんで、高回転型にはなってしまってるのが、ここで峠でどうなのかなというところがちょっと今回の心配材料にはなってます。それとデフを機械式には変えてるんですけれども、中身を、OS 技研さんに頼んでデュアルコアっていう新しいタイプに変更させてもらってます。負けたくはないんですけど、毎回重量差がだいぶあるのが、おそらく300キロぐらいはあるのがちょっとしんどいかなと。でやっぱりヤリスが、基本的にはこういうところを得意としてる車じゃないかなと思ってるんで、相当強敵だとは思っております。改めてもう一回魔王のアシスト M4 乗ってみたいと思います。 DK インプレッション。600馬力、いい車だね。しかしすごい安定してるよね。こういうギャップでもさ怖くないんだよね。吸収してくれるから。こんなでかい車がさ曲がるんだよ。よくこういうところもそうすごい回答性がいいわけよ。車重1576キロ、600馬力の FR だ。踏んでます。裏切らないよね。すごい安心感が高い。ノブインプレッション。お、速っ。この馬力をね、今600馬力近くあると思うんだけど、この馬力をちゃんと路面に伝えれるとこがすごいね。でギアップもねすごくいい感じ。ちょっとタービンサイズが上がったから、ここら辺のパワーバンドに来るレスポンスがちょっと微妙だけど、このビッグサイズでこのパワーでね、この群載でこの程度の暴れ具合で走れるところがすごいと思う。でもね、ヤリスも速かったぞさっき。この絶対的な馬力でヤリスを離すことができるのか。ヤリス、はい、3台乗りました。はいね、はい、みんな金かかってます。まあそこそこ。まだでも足、デフ、タイヤホイール、シート、マフラーとかそれぐらいですよね。はい、そうすると100万ぐらいいっちゃうよ。もうちょっと150ぐらいいくかもしれないですね。ね、はい、その150万をホットバージョン見てる人たちに
出させるかどうかっていうのが俺たちの責任よ。おっといくよ。出しづらくなってきた。せーのドン。なんだよ。辛いもいやだからホットバージョン見てる人たちが、ん。はい。俺と谷口のコメントを信用して買いましたね。その時に谷口は出さない、はい出さない、はい出す、ねはい。 90点以上っていうのはお金を出して皆さん買っても大丈夫ですよっていう点数。俺はない、それはない。今日はお辛いですね、随分。じゃあ俺いつもこういう感じでやっぱこうファンを裏切りたくないの。何？はいはいはい。なんかポイントがクスコさんが最高点。これははい乗りやすい。はい。そのサーキットでもこういうアクロでもまあそうだなターマックこういう一般の道でも普通に乗れる。でステアリング切ったら切った分曲がってきますよね。曲がってくる。で乗り心地も、まあ足変えてるなっていう乗り心地で硬いんだけど我慢できる。はい。この2台ははい我慢できない。だから硬くてもいいっていう人にはおすすめします。だけど俺はあんまり硬くてこうなんかもう横に飛んでっちゃうような車って嫌なの。だからこれはあくまでも個人的な意見です。僕はね我慢強い。乗り心地だけ悪い。3点差は何？この2台はクスコさんのデフが入ってて、そのデフが結構旋回性能に引っ張っててくれてたんですけど、ここ純正のデフがちょっといまいち引っ張ってくれなくてそうだね。アンダーステアだったんですよ。だから一番気持ちよく曲がる乗り心地もいいクスコで、乗り心地は悪いけど旋回性能はなかなか高かった。そうだね、そういう感じ。はい。だからその俺的にはそのホットバージョンご覧になっている皆さんには勧める点数ではありません。皆さんがやっぱり我々の言葉を信用して買ってくれた時になんだこれって思われるの嫌だからこういう点数にしてます。ここではですよね。筑波行った時にはめちゃくちゃ褒めてましたからね。忘れたな。忘れたな。お前も年くればわかるから。年取ると昨日のことを覚えてないんだよ。はい。昨日何食べましたかってことを忘れてるぐらいまだいいらしいんですけど、昨日晩ご飯食べたっけって思うとまずいらしいですよ。俺はそれかもしれない。筑波は良かった。それではバトル行ってみたいと思います。どれですか？どれ？まあこれですよね。きっと。いや一番まともに普通に乗れるのはこれ。はい。パワーはないよ。はい。こっちの2台はパワーはもう十分なんか魔王と張り合えるぐらいのパワーになってる。はい。ブースト 1.5 で。はい。これはブーストはノーマルなんだけど乗りやすいのでこれでいきます。じゃあ、クスコさん対、魔王のアシスト M4。はい。はい。行ってみたいと思います。どうぞ。とここでレボリューションがデータ取りのため追加テスト。スプリングを急遽変更しノブがチェック走行へ。お、さっきよりはだいぶ良くなった。評価はまずまずが、しかしこの後ノブに魔の手が。一体何が起きたのか、リプレイチェック。お危な危な危な怖っ。ぶつかった。やっぱりどうだった？怖っ。今最終コーナーでハンドルがスティックした。パワーステがなくなってハンドルが切れなくなって、でもなんとかしたけどちょっとリアが当たった。リアがガードレールに接触。いやビビった、マジビビった。大クラッシュするとこだったよ。どうだった？バネはバネは
らかくなった分ギャップに対してはちょっとなだらかになったんだけど、減衰も抜いたのかちょっとこうふわんふわんこうフラフラ感が出てきたんだけど、でも今ねそれとは違う原因で最終コーナーパーンと入って1個目入って2個目切り返したところでマジパワーステが一瞬いなくなったので、そのまま外にもう一気に持っていかれそうになったところをなんとか無理くりあれこれして重くそ外に出ていくところだった。危うく多分ねパワーステが落ちた感じだと思う。もう今聞いてんだけどこれ今こうパワーステのマーク出てたからね、もう消えたけどやばかったマジで。130キロのコーナリング中のハプニング。一瞬電源が落ちている。原因はバッテリーの固定ミスが判明。それにしてもプロドライバーのリカバリーは半端じゃないです。峠バトルアシスト BMW M4 vs クスコ GR ヤリス。バトルは先行後追いのイニシャル D 方式。さあ峠の魔王に挑戦したいと思います。ライトチューンのクスコヤリス。さあ魔王として迎え撃つわけですから負けるわけにはいけませんが、しかし強敵なのは間違いない。負けないように頑張ります。チューニングというよりはセッティングで、ここまで来ましたけれども、どこまでその胸を借りるというとおかしいですけども、頑張れるか、私自身も楽しみです。両者ともスタート地点へ。はい、私には胸を貸す余裕が全然ございません。はい、ちょっと、楽しみというより、ドキドキしてますけれども、なんとか、頑張ってほしいです。よしやべえ、かなりやる気頑張れ。1本目スタート。加速はピタ漬けかい。この辺はさすが600馬力。こっから先だよな。ここがついていければ。コーナーでもアシストが速い。ここがついていけたらもう勝てるかもしんない。ノブ手応えあり。ピタ漬けだ。魔王すげえ。おお、さすが魔王谷口余裕かね。さすが魔王も速いんだね直線は当然こっちの方が速いし、カーブも結構どっこいだったから逃げれるかも。逃げきれないね。魔王は速いわ。逃げきれない。2本目
魔王林。速え。カーブもねなかなか速いんですよこの BM。コーナーも速え。コーナーも速え。 GR ヤリス軍祭でデビューウィンを飾れるかもと思いきやコーナーごとに離される展開に。320キロの重量差を感じさせない魔王。うわービュンビュン曲がってく向こうは。これは勝負あり。めっちゃ速いじゃんコーナーも。さすが魔王ですね。全く歯が立たない。直線で離されてコーナーで詰められると思ったらコーナーでも離された。だからやっぱこう4区だから出口がアンダーになるんだよね。でちっちゃいとこが速いんだよこのでかいの。これでビュンビュン曲がってっちゃって、だからコーナーでは全く攻められない。参りました。スタート前先行の時に「よーし!」とかですごい気合い入れてんのめっちゃ気合い入れてんの。いや勝負になるだろうなと思ったのインフィールドは俺はね直線で離されてコーナーでこう詰めてってテール2ノーズでゴールかな思い描いてたの俺は。デフはどうですか？デフのトラクション。ああ全然いいですね。ホイールスピンはねこんだけパワーあるのにオーバーステイで踏めないって感じがあんまないんでトラクションいいですね。魔王的には進化してるんだね。ありがとうございます。はい、ちょっとは進化すると思います。はい、いろいろと細かいことやってるんで。はい。さあヤリスの実力はいかに。いろんなねそのタイムアタックでもうヤリスだらけ、S タイでもヤリスだらけ、みたいなもうヤリスがそこら中でタイムアタックかけて一番速いとね。今大活躍してますよね。いろんなカテゴリーで。はい。そうなると、こっちも、魔王やっつけてやろうかなと。ちょっと待ってください。今顔がむちゃくちゃ不綺麗なんですけど勘違いするわけだそりゃホットバージョンの峠の魔王いっちゃおうかなみたいな、やっぱさ、魔王は速い。伊達に魔王張ってないですよね。いやだからこれだけ乗ったら、これも乗ったけど、絶対勝負になるでしょうみたいな。いい勝負だなって思いましたよね。そうなんだよ、俺はそう思ったんだよ、だからものすごくやる気になったの俺クスコさんやり返しましょうよ。はい、うちも開発を始めたところですので、これからちょっと真剣に峠の魔王をやっつけませんか。頑張ります。お願いしますよ。俺はものすごく期待したんですよこの車に。でアシストはさこれなんかやってきてるでしょ前より。やってきてますよね。そうですね。ちょっとハイフロータービンに変えたりとか、あとはそのデフをね、OS さんのデフを中身をちょっと変えてきて、ちょっとトラクションかかるようにしてきたのがありますけど。イニシャルトルクを上げたってこと？デュアルコアって言って中身を変えて、浮き始めても一層効くようになってるんですね。なるほどね。クスコさん。はい。なんとかしましょうよ。はい。見えなくなっちゃったんだから。こんなはずじゃなかったんだよ俺は。でやっぱこう世界中のヤリスファンから見てなんとかこう勝負にはなるだろうなと思ってたはず。何にもなんねえよ。これからのヤリスをお楽しみに。